浜優です。いやー、1年半ぶりぐらいでしょうかね。めちゃくちゃ久しぶりのサブチャン投稿ということで、春の、海にね、魚が増えてきた、その海に縦網を仕掛けてみたということで、サブチャンは別にそんなこだわったタイトルとか企画とか作って撮ってるわけじゃないんですけれども、とりあえずね、やっていこうと思います。で、今回ね、佐原のもう1日前ですね、その夜中にやってきて、網を仕掛けました。朝まずめにかけるといった感じです。何でしょうか、このむくんだアンパンマンみたいな手は。で、僕ね、漁師の手になりたくて素手で仕事してるんですけど、回復能力が高いのか一向に漁師の手になりません。あとメイン動画でも言ってるんですけど、ずっとね、背中のところの筋肉が痛くて筋トレとか何もできず、運動もできず、ただ太る一方です。で、待ち時間にね、アコウでも釣っていこうかなと思います。春になってアコウが爆増してるらしくて、なんぼでも釣れるみたいなんで釣っていきます。で、今回、僕にふさわしいこのビンビン丸ですね、ビンビンしてます。これで釣っていこう。で、ちょっといいポイントへ移動していきます。ただ潮もとろんでるし、取れるかちょっと心配ですね。で、あとエンジンとかね、電気とか切った方がいいんだろうけど、ちょっとエンジン切るか。さすがにね、これ電気切るとどうなるかっていうと、夜の海ってほんと真っ暗で、何も見えない。これじゃ撮影ができないな。よし、ヘッドライトだけはつけておこう。これで釣っていきます。僕がよくね、こちらの世界あちらの世界とかメイン動画でも言ってるんですけど、こちらの世界っていうのはこっちのね、僕の今いる世界です。で、皆さんが見てる頃にはもうね、何日か経ってるんですよ。何週間後とかね。っていうのはやっぱ編集とかも時間かかるもんでして、そんなすぐには、動画公開できないという、僕のこの面白トークに集まってアコウたちも言ってきてくれればいいんですが、いいえ、私はサソリ座の女。ちょっと寒くなってきたぜ。朝の6時が一番冷たいからな。よし、じゃあ早速上げていこう。よいしょ。で、釣りでは釣れなかったけど、アコウがおそらくかかっているだろうと私は思いたい。春になって魚もめちゃくちゃ増えて、一気にね、相場が下がるんですよ。なんか程よくね、冬も取れて春もね、程よく取れてくれたらいいのに、もう取れたら取れすぎるからね。で、鉛が上がってきました。この鉛っていうのはなんだろうな、橋の起点というか、網が流れたり動いたりしないようなものです。正味この潮のとろかったり丘のとこはこの鉛とかもいらないんですけどね。さあ、網が上がってきました。果たして魚をかかっているタイがかかっている、早速かかっている。夏の時期とかになるともうこのね、4時とかに入れて、今6時半ぐらいなんですけど、それぐらいに食ってももう魚はすぐ死んじゃいます。それぐらい水温に弱い。で、今の時期だったらこのように元気じゃないな、だいたい元気なはずなんだけどな。魚にもね、強い弱いってあって、例えばアコウとかだったら今自分この春口ぐらいだったら全然ね、1日ぐらい網にかかっといても死なないんですけども、タイとかって案外弱いんですよ。で、タイに比べるとチヌの方が圧倒的に強いです。チヌの方がよく生きてる。で、前まで網なんて破れなかったんですけどね、もう最近はね、網破ります。磯で破れる方が圧倒的に多いと気がつきました。はい、こちらマダイ。生きてるんで生かしておきます。よいしょ。元気や。で、基本は主観でいくんですけど、何かあった時のためにこういうのも用意しておきましょう。私の来る姿というのもお届けしないとね。で、今日はもうこのままね喋っていこうと思うんですけれども、大体ね、海の漁の撮影の後から声入れ僕してるんですけど、なんでかっていうと、やっぱこういうローラーとかですね、あとエンジン音、ああいうのがうるさいんで、後から声入れするようにしています。なおかつですね、知識とかも入れてるんで、その知識をある程度もともと調べてはいるんですけど、それをね見返しながら喋れるといった点でだいぶメリットがあるということで。ゴミが多いな。
でほとんどの漁師さんというか、よそのね漁師さんはここでもうゴミを取るんじゃなくて、ゴミ口巻いてだいたい丘で取ることが多いです。というのもね、ここらみたいにこんな穏やかじゃなかったり、あと潮とかが早かったりするんで、もうぐるーっと巻いて、きれいにカゴに繰り返して、船をね前槍でこうゴスタンで、ゴスタンアスタンどっちかわからん、前槍にブーンと走って、で船の後ろで網入れたりするとこが多いですね。網入れはその分早いです。僕はバックでやるんで網入れは遅いんですけれども、なんだろうな、網をお家に帰って繰り返す手間がないので、それがすごい楽ですね。さあ小さいタイが来ましたので、小さいタイはもちろんリリースしていきましょう。こうやってよいしょ。最後の早っ、最後の早っ。でちょっとテンポよく行きたいんで、今回ゴミ無視でいきましょう。やっぱテンポっていうのは大事ですね。テンポとティンポは大事って言いますから。さあ爆笑トークを挟んだところで、この後の魚も増えていくでしょうか。もう7年ぐらいね漁師系 YouTuber 始めて経つんですけれども、一向にね当時よりトークというものは上がりません。ただなんだろう、ひたすらずらずら何かを喋るっていう、何もないところで自分で適当に喋ってみるみたいな、そういう訓練をしておりました。もともと僕みたいにセンスがなくて下ネタでしか笑いを取れないような男はね、一本に尖るしかないんですよ。そしてこちらの世界ではいよいよ明日からサワラ漁、果たしてサワラ取れるのか。またしてもタイ、ちなみにタイは平らだからタイ。魚の名前って本当ダジャレというか、ダジャレみたいな名付けがめちゃくちゃ多くて、日本人って昔からダジャレにすごい弦を担ぎますよね。平は平たいから平、タイは平らだからタイ。お、またタイ、お、ヒラメ来た。ヒラメ、危ない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 。今4月のいつ頃だろうな、20日ぐらいなの、20日前か、19か、サワラ前だもんな。だからタイとか、ヒラメっていうのも卵持ってきてて、若干ね個体によっては水っぽかったりするやつもあります。で桜鯛とかってすごい有名で、なんかめっちゃうまそうなイメージがあるんですけど、実は桜鯛はもう卵産卵のためにねこうすごい集まっていっぱい取れる時期で、春で縁起がいいみたいなんで桜鯛みたいな、あと色もねこう桜っぽい色になるんですよ。これ全然桜っぽくないけど、それで桜鯛っていう名前がついてるだけで、実は寒鯛の方が美味しい。まずくはない。で麦わら鯛だったか、夏が麦わら鯛だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、産卵が済んだ後の鯛っていうのが一番ねべちょべちょで、美味しくないです。よく加工されて唐揚げとかにされるんじゃないかな。その個体の見極め方、皆さん魚屋とか、魚屋はもうあんま行かないのかな、最近スーパーとかないですもんね。イオン系列とかなってきて、面白い地物の魚がないというイオンに怒られそうですが、安定しているという意味ではさすがイオンといったところでもあります。でヒラメで、いい魚の見分け方はまず目を見てください。生きてます。目が輝いているといったところでしょうか。であとは声具合ですね。これそんな超えてないです。でも普通に悪くない。ここの声具合、このボワッとした張り出し具合、それから顔のスマートさ、顔に対してどれだけこの幅があるか、尻尾まで超えてたら結構いいんじゃないかなと思います。さあ次は何が来るでしょうか。まだアコウが来ませんね。ヒラメ動画以降も挑戦したりしてるのに、一向にヒラメだけはどうしても釣れない。お、来た来た、はい来た。本日のメインディッシュ、いっぱい取れて安いとはいえ高級魚です。僕が漁師しだした頃は本当に年にねこんだけ縦網おじいさんと毎日ずっと行ってたのに、年に2匹ぐらいしか取れなかったかな。もうちょっと取れたか。で取れたらだいたい23キロサイズでめちゃくちゃでかいやつが取れてました。でそれがね市場で1匹8000円とかそんな値段で売れるんです。1万円とか。あの頃はすごいね、来たな、もう来たらもうたまげてたもんですね。でキジハタの名前の由来がキジっぽい色の目をしてるからっていうのでキジハタです。でアコウっていうのは、赤魚が転化してアコウになりました。この美しい模様、
夜行の煮付けもめちゃくちゃうまいんですけど、やっぱメバルの煮付けのね、独特のメバルの身質、ちょっとホロホロとした感じになんかしっかりとした旨味。一方和光って結構しっかりとした身をしてるので、身というか食感、そこがねどうしてもメバルとはやっぱ違うところですね。つまらないことで君を困らせて思い出すたび赤くなる、同じように見えるじゃないですか。でも海の中はこう石がねやっぱあって、その石の、雰囲気といいますか、いい石磯とやっぱあんま良くない磯っていうのがあるんですよ。このタイは割と超えてますね。でこの青模様、タイによくついてる青模様なんですけど、起点って言って、仲間に自分はここにいるよって知らせるためのものですね。面白い。あとタイの噛む力強いんで気をつけてください。血が出ます。でタイにも噛まれて、ワタリガニにも挟まれて血が出て、あとなんだろうな、イシガニにもやられてるし。デスロールってご存知ですか？噛んだ後にぐるぐるって回って引きちぎるやつ、あんな感じでぐる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 ね回るんですよ、ハモちゃんも。で夏のフグといえばこっちですけど、実はアコウも夏のフグと称されております。夏のフグと称されるものがめちゃくちゃ多いですね。サブちゃんも久しぶりに撮りすぎて、どんな撮影してたかもう全然忘れちゃった。こんな感じで喋ってたっけ？隠れられないから、お家がないみたいな感じです。お、でかいでかい、いいアコウだ。さあ今磯にかかってました。磯にかかってたということはちょっと大きい石があったので、そこには何かお魚がいる可能性があるという。ほらね、魚っ気がないな。あそこになんかいる。あれはアコウっぽいな。アコウっぽいな。あれあれ、アコウっぽい、アコウっぽい。切り身にしておいて、鍋をしながら野菜とお肉を食べて、その鍋の汁でしゃぶしゃぶしながら食べるっていうのがベストな一番美味しい魚の食い方じゃないかなと思います。でメバルが減ったとかっていう話をしてたんですけど、メバルがかかってきました。この目の粗い網にメバルがかかるっていうのは珍しいことです。はい、取れた。おとと、網の上でよかった。でメバルの名前の由来なんですが、このように目が大きいからメハルということでメバルとなっております。こんだけのメバル、こんな小さいメバルでもね、さっきのこれぐらいのアコウに比べると目のサイズほぼほぼ一緒か、もしくはでかいぐらいですね。縦網漁で良かったなって思います。こう上げていく時に次何が来るかなっていう楽しみがあるのと、いろんな種類が来るので、今日は種類少なめですけれども、さあ次は何が来るかな。でもう網も残り少ないんですけど、ここらの磯から割といい磯です。粗い磯になります。石がでっかくなる。だからアコウが増えるんじゃないかなと思います。タイが来た。いやー、粗い磯になって魚がいっぱい来るって言ったんですけど、手が外れたな。全然来ない。ただ楽しい。自分にとってやっぱ漁師は天職だなと思います。網を仕掛けて魚が何が上がってくるか、いっぱい取れるか、それがすごい楽しいです。でかっ。やっぱ粗い磯のアコウはでかいぜ。でかいぜよ、でかいぜよ。1.4 キロ。帰って測ってみましょう。1.45 キロです。お、またでかい。ウマヅラちゃんも来た。嬉しい。いやー、いいねいいね。これさっきよりでかい。そしてこれがウマヅラハギ。顔がウマヅラだからウマヅラハギ。卵持ってんのかな、空気かな、肝かな。腹がパンパンですね。いやー、ウマヅラハギうめえ。ウマヅラハギ、僕がよくね痛風丼って言って、生肝と身を一緒に混ぜたものを丼にしたりしてるんですけども、この間久しぶりに煮付けして食ったらうまいんですよ。でまたイオン系列の話になるんですけど、イオンで売ってるウマヅラハギって大体内臓というか肝をね絶対出してるんですよね。あれは握手ですよ。いろいろ大変なことがあるんでしょうね。その菌というかなんかいろいろあるんでしょうけどね、もう煮付けはね肝がなければダメだよ。ウマヅラハギとかハギ系は肝と身を一緒に食うのがうまいんですよ。あれがうまいのにその肝を取っちゃもうそりゃ握手だろうって、もうネテロ会長に言われちゃいますよ。ピトーが女性なのか男性なのかどっちなんでしょうね。
僕的にはもうどっちでもいいと好きなんですよね。猫な感じが。またでっかいウマヅラハギ来たね。パンパン。もうウマヅラハギとかアコウは強いんで、網ももうそこだな。一気に繰り上げましょう。さあラストスパート。ここからノーカットで喋りながらやっていく。本当はもっと声張りたい、本当はもっと声張りたいんだけど、首元にカメラがあるのであんまり大きい声で喋ると割れるかなって。割れてもいいんだったら大きい声で喋るんですけれども、さあラストスパート一気に上げていきます。で網ってね、本当にこの指の力でも上がってくるは上がってくるんですよ。上がってくるは上がってくるんだけど、こう早く食ろうと思えば思うほど重たくなる。まあそりゃそうかって話なんですよね。でここの水深が 10m ぐらいなんで、正味全然楽です。あと潮とかも受けたりするので、 30m、40m あるとこで潮を受けて風も吹いてて、なおかつこのローラーで取るっていうのはめっちゃしんどい。またでかいぞこれ。ほら来た。よっしゃー、でっかい。これはでかい。これは一番でかい。2キロサイズ。よっしゃよっしゃ。さあラスト来い。もうほんまのラストスパートです。最後にでっかいアコウが来たぞ。ここで釣りすればいいのか。やっぱ荒い系のところの石が大きいところにいるちょっと深いところはいい魚がいますね。さああと30秒も食ったら終わりでしょうか。最後に何か一発逆転、特大ヒラメ、特大アコウ、特大マダイ、何か来るでしょうか。もうちょっとなんかタケノコとかね、瀬戸鯛とか石鯛とか石垣鯛とか取りたいな。あれも前より減ったなだいぶ。石鯛、石垣鯛、来た来た、赤クラゲ。こいつが目に入るともうやばいっすよ。もう言葉では言い表せない痛み。多分漁師さん以外あんま経験ないと思う、これが目に入る痛み。デスソースとか多分そんなのを目に入れてるのと同じぐらい痛いと思う。デスソース目に入れた痛みを僕は知らないけども、もうそれぐらいやばい。イメージ的には世界一辛いって言われるようなソースとかを目にね、あれなんだ、目薬みたいに垂らすぐらいの痛みだと思います。本当に痛いよ。この痛い赤クラゲがまた今年多いんですよね。もう4月なのにいっぱい、まだ4月なのにいっぱいいる。さあ網切り終了しました。ああよかったよかった、最後に取れ場ができた。ほんでこの動画のタイトルを何にしようかな増えてきた、魚増えてきた、春の訪れテラワロスでかっ。2キロあるかな。ちょっと浜湯体重計で。でっかほんまに。よいしょ。あるね、これあるね。これはあれだね、その心笑ってるね。 2.2 だね。帰って測ってみよう。でかでか。ちょっと興奮しすぎちゃったんですが、これらを外していきます。はい、じゃあ網繰り終了しました。まあそんな多くはないけど、アコウがいたんで、アコウが大きいのがいたんでよかったなと思います。じゃあ帰りましょう。平らばしようかな。先に帰って生かすのと体重計測りたいな。自分のじゃなくてアコウの合ってるかどうか。行きましょう。なんか浮き込みが多いなと思ったら、うわ、やってんな。わーお、こうなったら走れない。急に走ってたらドーンってなってね。よいしょ。このペラ周りの掃除してると、このペラがね、なんか動き出すんじゃないかみたいな怖さがありますよね。まあエンジン止めてるから動くことはないんですけど。よし、いら、
それじゃあ池間の中のものを出していきましょう。玉ですくって、これだけのお魚が取れました。まだまだ少ないアコウにメバル、チヌ、マダイ、ウマヅラハギ、さっきのヒラメです。言葉が出なかった昨日アニサキスにこっちの世界、今声入れしてる世界でやられてて腹痛いんですよ。もう撮りましたけどね、胃カメラで。ただ胃カメラめちゃくちゃしんどかったです。今回麻酔なしでしたんですよ。そういえば重量測るんでしたね。見ていきましょう。 1.89、 2.2 って予想したのに外れた。とりあえず魚して次牡蠣しに来ました。明日からサーラなんでね、やることやっていきましょう。いつもくるくる反転だけですが、他にもやることはいっぱいあります。今日は怒りを締めていきます。怒りって一回締めてもね、風とかで緩んだりするんですよ。よっ、重たっ。これ上がらんかもしれん。汚れとったら重たい。こんな時はタマコが役に立つんだ。よいしょ、よっこらせ。よいしょ。わーおむしり。ちなみにローラー買いました。36万です。これがあればね、人間の引っ張る力とか船だけじゃ足りない部分を補ってくれます。滑る。これぐらいにしとこう。よいしょ。滑る。よいしょ。で殺して、よいしょ。でここでくくっておこう。これでここをほどいても大丈夫。よいしょ。 OK。じゃあ仕事終わって帰ってきました。10時ですね。疲れました。今日の朝飯はタイ。今日の朝飯はさっき取ったタイと浦島牡蠣とタコブツ。いただきます。翌日。はい、というわけで、昨日の夜は寝不足、そして今朝からですね、サーラの準備でいろいろバタバタしててまともに動画は撮れてないんですが、本日はねこれでサブチャンネルの方終わりたいと思います。久しぶりにしてはちょっと大きいアコウがおったし取れ高はあったんじゃないかなと思います。こんな感じでゆるーくサブチャンネルは更新してまた行こうと思うので、皆様よろしくお願いいたします。それじゃあまた明日。違うな。それじゃあまたお会いしましょう。 See you next time。 バイバイ。今からサーラ漁だ。よう吹いて嫌やわ。吹いとんが嫌だな。サーラは楽しみだ。